皆さんこんにちは。日本語 with メイのメイです。このチャンネルでは日本の文化や興味関心のある話題を日本語で楽しみます。リラックスしながら聞いてください。皆さん最近はいかがお過ごしですか？私が住むブリスベンはだんだん朝晩寒くなってきていて、だんだん冬に近づいてるなっていう気がしています。皆さんの国ではどうですか？日本は今だんだん暖かくなってきてますよね。夏に近づいているんじゃないかなって思います。さて、では今日はなぜ私が日本を出てオーストラリアに来たのかっていうお話をしていこうかなって思っています。ぜひ最後まで楽しんで聞いてもらえると嬉しいです。はい、もしかしたらこのエピソードが私のチャンネルのビデオを見る初めてのエピソードかもしれないので、今私がどこに住んでいるのか、どのくらい住んでいるのかっていうのをお話しすると、私は今オーストラリアのブリスベンというところに住んでいます。で、日本を出たのが2022年の11月ですね。なので今オーストラリアに来て2年半ぐらいが経ちました。そうやって数字にしてみるとあっという間ですね。本当にせわしなくもう2年半が過ぎてしまいました。やっぱり毎日ね、忙しくしていると日が経つのが早いですよね。そう。なので今オーストラリアに来て2年半です。はい。で、なぜ日本を出たのかっていう理由は大きく分けて2つあります。まず1つ目はオーストラリアが好きだからです。なんでオーストラリアが好きになったかっていうと、私は大学生の時に1年語学留学でオーストラリアのメルボルンに住んでいました。もう結構前になるんですけどそう、1年メルボルンに住んでいたんですよね。で、メルボルンに行く前は自分で決意したのはいいものの、本当に大丈夫かなって。日本ではずっと家族と一緒に住んでいて一人暮らしをしたことがなかったので、ちょっとオーストラリアメルボルンでもホームステイではあったんですけど、親と離れて暮らす、家族と離れて暮らすっていうのが初めてだったので、大丈夫かなっていう心配もありつつ始まった留学がとても楽しくてもう1年あっという間で、帰る時には帰りたくない、オーストラリアにもっといたいって思うほど、とても向こうでも友達を作ることもできたし、その友達と結構頻繁に遊んだりしていて、その日々がとても楽しかったんですよね。だからオーストラリアってとても楽しいところっていうイメージがその時からずっとあって、留学が終わる頃にはまたいつか絶対戻ってこようっていうふうに思っていました。なのでずっとそれは頭のどこかで思っていて、でそのタイミングが、2年半前だったっていう感じです。なのでワーホリできたんですけど、ワーホリってオーストラリアだけじゃなくてカナダ、イギリスとかいろいろな国があると思うんですけど、もちろん行ったことのない国に行くのも楽しそうだなとも思いつつ、でも私はやっぱオーストラリアがすごく好きになったので、結構即決で次はオーストラリアにまた行こうっていうふうに決めました。はい。で、2つ目の理由が仕事に疲れてしまったからですそうですね。大学を卒業して私は2年間とある会社で働いたんですが、結構残業だったりとか、仕事が終わらないと残業したりとか、
あとは、少し出勤前の時間早く会社に出社しても仕事をしたりとかっていうことがあったんですよね。もちろんその時間はお給料は発生しません。なので本当にボランティアって言ったらあれですけど、ちょっと肉体的に辛かったっていうところもあったし、精神的にも結構プレッシャーが大きくて、私的にでそれにちょっと耐えられなくなったので、そんな時にワーホリオーストラリアでするのいいなっていうのを思い立って行くことにしたんですよね。はい。で仕事も、私の仕事はちょっと特殊で、まず休みが木曜日と金曜日だったんですよね。土日休みの会社じゃなくて、木曜日と金曜日のお休みの会社で、それ以外の5日間、月火水土日は出社していました。で土日は朝から、夕方ぐらいまで仕事だったんですが、平日は午後1時から夜の10時までだったかな。そのくらいのスケジュールで、朝の通勤ラッシュとか夜の退勤ラッシュに巻き込まれることはなかったので、その電車とか交通機関に関しては大丈夫だったんですが、なんとなくその業務内容で、事務や受付のようなことをしていたんですね。ただそれ以外の業務でもちょっと営業チックな部分があったりとか、業務内容が結構多くて、私の性格的に多分パソコンと向かってカタカタちょっと集中して作業を進めるっていうのはきっと合ってて、あとは来た人と話したりとか、あとはカウンセリングをしたりとかしなきゃいけなかったんですけど、そうやって人と話すことは全然大丈夫だったんですが、ちょっと営業も含まれていて、なんか新しいプロジェクトが始まると、それについて来てくれた人にちょっとこういうのが始まったんですけどどうですか、やってみませんかっていうのをちょっと強めに押し売りじゃないけど、そんな感じで、ただの紹介だけじゃなくて、本当にいかにどれだけの人数の人がやってくれるかみたいなところ、数字も結構マネージャーとかから見られてたので、そこのプレッシャーが大きくて、私にはこれ向いていないなと思って、そうですね、退社を考えている時に海外に行くっていう、もともと行きたいなっていう気持ちがあったんで、じゃあタイミング的に今なのかなっていうので、日本を離れることを決意してオーストラリアに来ましたそうですね、その2つの理由が大きかったかなって思います。でも今は本当にオーストラリアに来てよかったなって思うことが多いです。仕事に関しても私は今3つの仕事をやっていて、学生でもあるんですが、どれも私はカフェの仕事と、あとはこの日本語の先生と、そして最近幼稚園保育園チャイルドケアセンターに行って子どもたちと関わる仕事もしています。でそこでちょっと面白いのが、その保育園って日本語のカリキュラムもあって、週に1回15分間だけなんですけど、やっぱちっちゃい子たちなんで集中力がないから、週1回15分程度の日本語15分程度日本語の先生が出向いてくれて、でみんなで一緒にジェスチャーゲームだったりとか歌を歌ったりとか手遊びみたいなことをしてちょっと学ぶっていう時間もあるので、なんかいろいろ
そう日本語の先生としての関わることもできるので楽しいなって感じています。面白いですよね。オーストラリアの幼稚園でそうやって日本語の勉強をする時間があるってちょっと珍しいのかなとも思います。はい、なのでそうやっていろいろ子供も好きなので子供と関わる時間もあるし、日本語を教えるのも好きだから日本語の先生として子供たちに教えたりとか、あとは大人の生徒さんにも対面で教えたりとかをする時間もあって、本当に日々が充実しています。どれもストレスなく今は楽しめているので、本当にオーストラリアに来ていろいろな経験ができていて、来てよかったなって心から思います。その分ねちょっと忙しさはあるんですが楽しいです。はい、後悔のない選択だったなって思っています。ただもうオーストラリアにいるのは今年で最後かなっていうふうにも考えているので、もしね日本にこの後帰るのか違う国に行くのかまだいろいろ考えてはいるんですけど、私の学校のコースが終わるタイミング、この年末ぐらいでどうしようかな、オーストラリアに残るのか日本に帰るのかまた違う国に行ってみようかなとかいろいろ考えてるので、またいろいろ決まり次第皆さんにもご報告したいなとも思っているので、よかったら日々の動画もチェックしてください。はい、では今日は私がなぜ日本を出たのか、なぜオーストラリアに来たのかっていうところをお話ししてみました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。